そこに一枚の白黒写真がある。海の上で巨大な船が燃えている。飛行甲板は崩れ落ち、艦橋の前には爆発で吹き飛ばされたエレベーターが突き立っている。AI でカラーにしてみる。白黒だとどこか遠い時代の記録に見える。だがこの写真に AI で色を与えた瞬間、空気が変わる。赤黒い炎、灰色の煙が青い太平洋の上に広がっていく。甲板の鉄板は焼けただれ、海面には油が浮いている。これは絵ではない。この船は本当にこの姿で燃えていた。空母飛龍。1942年6月4日、ミッドウェー海戦。この1日で日本海軍は4隻の空母を失った。赤城、加賀、蒼龍、そして飛龍。アメリカ海軍も空母ヨークタウンを失った。両軍合わせて3000人以上が命を落とした。太平洋戦争の転換点と呼ばれるこの海戦。だがそこにいたのは歴史の教科書の文字ではない。生きた人間だった。今日はミッドウェー海戦の写真をカラー化しながら、あの海で何が起きたのかを追ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。ミッドウェー環礁。 AI で色を与えてみる。ハワイから北西に約2000キロ、太平洋のほぼ真ん中に浮かぶ小さなサンゴ礁の島だ。サンド島とイースタン島、2つの島を合わせても面積はわずか6平方キロ。東京ドーム130個分ほどの砂とサンゴの島だった。だがこの小さな島に飛行場がある。ここを抑えればハワイへの前進拠点になる。逆に失えば日本本土への爆撃拠点を与えることになる。1942年6月、日本海軍はこの島を攻略する作戦を発動した。苦戦を立案したのは山本五十六、連合艦隊司令長官だ。この写真に AI で色を入れてみる。山本の狙いはミッドウェー島そのものではなかった。島を攻撃すればアメリカの空母が救援に来る。その空母を待ち伏せして一気に殲滅する。それが山本の本当の目的だった。開戦から半年、真珠湾攻撃で戦艦を沈めたが、肝心の空母は取り逃がした。珊瑚海海戦ではアメリカの空母と初めてぶつかり、昇格は大破、随格は航空隊を失った。アメリカの空母を放置すれば反撃の時間を与えてしまう。今ここで叩かなければならない。山本はそう判断した。だが山本は知らなかった。日本海軍の暗号はすでに解読されていた。この写真はハワイ真珠湾にあったアメリカ海軍の暗号解読施設だ。通称ステーションハイポ。 AI で色を蘇らせてみる。机に向かう男たちが書類の山と格闘している。壁には地図が貼られ、棚には傍受した通信記録が山積みだ。指揮を執っていたのはジョセフ・ロシュフォート中佐。ロシュフォートは日本語に堪能な海軍士官だった。バスローブにスリッパ姿で地下室にこもり、1日18時間以上暗号と向き合い続けたという。彼が率いるハイポのチームは約120名。その仕事は太平洋中を飛び交う日本海軍の通信を傍受し、暗号を解読して次の作戦を読み取ることだった。この写真には黒板に暗号のデータが並んでいる。 AI で色を入れてみる。彼らが解いていたのは日本海軍の暗号 JN25、 5桁の数字の羅列で構成された暗号体系だ。日本海軍はこの暗号で作戦命令を全艦隊に送っていた。ハイポのチームは傍受した通信を一文字ずつ解析し、暗号の鍵を特定していった。完全には解読できなくても断片的な単語から日本の次の動きを推測することができた。1942年5月、傍受した通信の中に AF という暗号名が繰り返し現れた。 AF が次の攻撃目標だ。だが AF がどこを指すのか確証がなかった。ロシュフォートは AF はミッドウェーだと確信していた。だがワシントンの上層部は同意しなかった。この写真はハイポの通信室だ。テレタイプ機の前に通信員たちが並んでいる。
80年前のこの部屋を AI でカラーにしてみる。この通信回線を使ってロシュフォートは一計を案じた。ミッドウェー島に偽の通信を打たせたのだ。海底ケーブルで安全な回線を使い、ミッドウェーの守備隊にこう伝えた。真水の蒸留装置が故障したと平踏み出た電子炉。ミッドウェーは指示通りに偽の通信を発信した。数日後、日本軍の暗号通信が傍受された。AF は真水不足に悩んでいる。AF はミッドウェーだった。ロシュフォートの読みは正しかった。アメリカ海軍は日本の作戦を完全に読んでいた。この写真の人物が機動部隊を率いた男だ。南雲中一中将第一航空艦隊司令長官。 AI でカラーにしてみる。南雲は水雷戦の専門家だった。駆逐艦や魚雷を扱うのが本職であり、航空戦は専門外だった。だが真珠湾攻撃を成功させた実績がある。インド洋でもイギリス艦隊を蹴散らした。日本海軍の中で最も経験を積んだ空母指揮官、それが南雲だった。ただし南雲本人は慎重な性格で知られていた。参謀長の曽我龍之介少将が実質的な作戦判断を担うことが多かった。この二人が赤城の艦橋から4隻の空母を率いてミッドウェーに向かう。赤城機動部隊の旗艦だ。この写真に AI で色を入れてみる。飛行甲板の端から99式艦爆が飛び立とうとしている。1942年インド洋作戦時の赤城だ。この数ヶ月のこの甲板がミッドウェーで炎に包まれる。赤城はもともと巡洋戦艦として建造された。軍縮条約で空母に改装された艦であり、飛行甲板は左舷に艦橋がある独特の配置だった。搭載機は0戦18機、99式艦爆18機、97式艦砲27機、合計63機。艦長は青木泰次郎大佐。加賀4、空母の中で最も多くの航空機を搭載できた。80年前の姿を AI で蘇らせてみる。この写真は1928年の三段甲板時代の加賀だ。後に大改装を受けて全通飛行甲板になるが、この時点ではまだ3つの甲板が10段になっている。ミッドウェー海戦時の搭載機は0戦21機、99式艦爆18機、97式艦砲27機、合計66機。4空母の中で最大だった。艦長は岡田自作大佐。加賀はこの海戦で最も多くの犠牲者を出すことになる。この写真の人物が山口多門少将だ。第2航空戦隊の司令官宋龍と飛龍を率いる。 AI でカラーにしてみる。山口は南雲とは対照的な人物だった。航空戦に精通し攻撃的で大胆。部下からの信頼は厚く、飛龍の乗組員は山口を慕っていた。その山口が指揮する宋龍、日本海軍初の本格的な中型空母だ。速力34ノット。搭載機は0戦21機、99式艦爆18機、97式艦砲18機。艦長は柳本龍作大佐。飛龍は宋龍の改良型。艦橋が左舷ではなく右舷に配置されている。搭載機は0戦21機、99式艦爆18機、97式艦砲18機。艦長は各留尾大佐。この海戦で山口は最後の最後まで戦い続けることになる。この写真の人物が友永丈一大尉だ。飛龍の艦砲隊長であり、ミッドウェー攻撃隊の総指揮を任された男である。この1枚を AI でカラーにしてみる。友永は108機の攻撃隊を率いて6月4日の早朝、ミッドウェー島に向けて発進する。この時彼はまだ知らない。数時間後、左翼の燃料タンクに被弾し、帰りの燃料がない状態で再び飛び立つことになる。片道だけの燃料で。1942年5月27日、海軍記念日、南雲機動部隊は広島湾の柱島白地を出撃した。この1枚に AI で色を入れてみる。だが出撃前から不安材料は山積みだった。まず空母が足りなかった。本来なら昇格と随格も参加するはずだった。だが珊瑚海海戦で昇格は大破、随格は航空隊を失い、2隻とも出撃できなかった。6隻のはずの空母が4隻になった。さらに図上演習での不正があった。大和環状で行われた事前の机上演習で、審判役の宇垣まとめ参謀長が日本側に有利な判定を連発した。空母に命中したはずの爆弾をなかったことにしたのだ。
そして索敵計画。広大な太平洋をわずか7機の索敵機でカバーする計画だった。しかも発進時刻はバラバラ。敵を見逃す可能性は最初から高かった。それでも機動部隊は出撃した。連戦連勝の自信が不安をかき消していた。この写真に AI で色を入れてみる。エンタープライズの甲板に TBD が並んでいる。この機体が数時間後に日本艦隊に向かう。一方、アメリカ海軍は準備を進めていた。暗号解読で日本の作戦をほぼ完全に把握していた。攻撃目標がミッドウェーであること、攻撃の時期が6月上旬であること、投入される兵力の規模まで。太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ大将は使える空母をすべてミッドウェー北東に集結させた。空母エンタープライズと空母ホーネット。この2隻を率いるのはレイモンド・スプルーアンス少将。本来の司令官ウィリアム・ハルゼー中将が皮膚病で入院し、急遽その代理を任されたのだ。そしてもう一隻、珊瑚海海戦で大破した空母ヨークターン。通常なら修理に3ヶ月かかる損傷だったが、ニミッツは3日で応急修理を命じた。真珠湾の交渉で1400人の作業員が昼夜を問わず働き、ヨークタウンは間に合った。アメリカは3隻の空母で待ち伏せる。日本が罠に飛び込んでくるのを。1942年6月3日、ミッドウェー島から飛び立った PBY カタリナ哨戒機が西方の海上で日本の輸送船団を発見した。この写真に写っているのがその乗組員たちだ。 AI で当時の色を再現してみる。彼らの報告でアメリカ軍は確信した。暗号解読の情報は正しかった。日本は本当に来る。発見を受けてミッドウェー島から B-17 が出撃した。スウィーニー中佐率いる9機の大型爆撃機だ。この写真は上空から爆撃する瞬間を捉えたものだ。この瞬間を AI でカラーにしてみる。 B-17 は高度6000メートル以上から爆弾を投下した。海面に白い水柱が何本も立つ。だが船は動いている。高高度からの水平爆撃で動く艦船に命中させるのは当時の技術ではほぼ不可能だった。ゼロ戦が迎撃に上がろうとしたが高度が高すぎて届かない。 B-17 は悠々と爆弾を落とし、そのまま帰投していった。結果一発も命中しなかった。日本の輸送船団は無傷のまま前進を続けた。だがこの攻撃には別の意味があった。日本側はミッドウェーの航空戦力が予想以上に充実していることを知った。不安の種がまた一つ増えた。6月4日午前4時30分、まだ暗い太平洋の上で4隻の空母が風上に転じた。友永上一隊員率いる第一次攻撃隊108機、ゼロ戦36機、99式艦爆36機、97式艦攻36機、4空母の飛行甲板から次々と発進していく。目標はミッドウェー島、島の航空基地を叩き上陸作戦を支援する。この時南雲は第二次攻撃隊を甲板に残していた。万が一アメリカの空母が現れた場合に備えて魚雷を装備した状態で待機させていた。この判断が後に運命を分けることになる。この写真は空襲直後のミッドウェー島サンド島だ。 AI で色をつけてみる。真っ黒な煙が青い空を覆い尽くしている。輸送タンクが直撃を受けて炎上し、炎は周囲の施設にも広がっていた。午前6時30分、友名がたいの108機がミッドウェー島上空に到達した。爆弾が次々と投下され、格納庫や兵舎が破壊された。だが肝心の滑走路は破壊できなかった。滑走路さえ残っていれば敵は再び飛行機を飛ばせる。友永は被害を確認し、ある伝聞を打った。この写真はミッドウェー環礁を上空から撮影したものだ。手前のイースタン島に滑走路がはっきり見える。 AI で色を入れてみる。友永はこの滑走路を見た。爆撃で輸送は燃えた。だが滑走路は無傷だった。第二次攻撃の用ありと認む。友永上一が打ったこの伝聞。滑走路が無傷である以上再攻撃が必要だという報告だ。この伝聞が南雲の運命を変えた。第二次攻撃隊は対艦用の魚雷を装備して待機している。だが友永は島への再攻撃を求めている。島を攻撃するなら魚雷ではなく陸用爆弾に変えなければならない。しかもこの時友永の機体は被弾していた。左翼の燃料タンクに穴が開き、燃料が漏れ続けていた。帰りの燃料が足りるかどうかもわからない状態だった。この写真に写っている機体はボロボロだ。胴体には無数の弾痕、翼も穴だらけ。80年前のこの機体に AI で色を入れてみる。
アベンジャー、アルバート・アーネスト少尉の機体だ。ミッドウェー基地から出撃し、帰還した唯一のアベンジャーである。友永隊がミッドウェーを叩いている間、島から飛び立った航空機が日本の機動部隊に殺到していた。TBF アベンジャー、雷撃機6機、B26 爆撃機4機、SBD ドーントレス、SB2U ビンディケーター、次々と低空から突入するが、ゼロ戦と対空砲火の壁に阻まれた。アーネスト少尉の機体も被弾した。後部銃座の車種は機銃弾を浴びて戦死。操縦系統も損傷し、アーネストは片手で操縦桿を握り続けた。6機のアベンジャーのうち5機が海に落ちた。戻ってきたのはこの1機だけだった。この写真は回避行動中の赤城を上空から撮影したものだ。AI で色を与えてみる。灰色の船体が白い鉱石を引いて海を走っている。この甲板の下の格納庫で今まさに運命が動こうとしていた。午前7時15分、南雲は決断を下した。第二次攻撃隊の兵装を魚雷から陸用爆弾に変えろ。ミッドウェー島への再攻撃を行う。格納庫では整備員たちが魚雷を外し始めた。800キロの魚雷を台車で運び出し、代わりに陸用爆弾を取り付ける。重労働だった。だがこの作業がまだ半分も終わらないうちに事態は急変する。索敵機、利根4号機、AI でカラーにしてみる。この1機の遅延が全てを変えた。南雲は7本の索敵船を設定していた。各空母と巡洋艦から1機ずつ索敵機を飛ばす計画だ。だが、従順利根のカタパルトに不具合が発生し、利根4号機の発進が30分遅れた。この30分、もし予定通りに飛んでいれば、アメリカの空母をもっと早く発見できていたかもしれない。この写真は利根4号機が発見した米空母機動部隊の一隻だ。AI で色を蘇らせてみる。午前7時28分、遅れて飛んだ利根4号機から入電があった。敵らしきもの、10隻見ゆ。南雲の表情が変わった。敵艦隊がいる。だが、艦首がわからない。空母がいるのか、いないのか。南雲は、直ちに兵装転換の中止を命じた。爆弾を外して、もう一度魚雷に戻せ。格納庫は、混乱の極みに達した。外仕掛けの爆弾と、戻しかけの魚雷が散乱する。整備員たちは、汗だくで作業を続けた。さらに追い打ちをかけるように、利根4号機から、続報が入った。敵は空母らしきもの、一隻を伴う空母がいる。南雲が最も恐れていた事態だった。この写真の人物は淵田光雄中佐、真珠湾攻撃の総指揮官であり、この時は赤城に乗艦していた。 AI でカラーにしてみる。ここで一つ有名な話に触れておこう。戦後淵田はこう書いた。あと5分あれば攻撃隊は発進できていた。あの5分さえなければ日本は勝っていたと。だが近年の研究ではこの証言は不正確だとされている。実際には甲板にいたのは直径のゼロ戦だけで、攻撃隊は格納庫の中で兵装転換の真っ最中だった。発進準備には少なくとも30分以上は必要だった。5分ではなかった。だが南雲に時間がなかったのは事実だ。南雲には3つの選択肢があった。1つ目、爆弾のまますぐに攻撃隊を出す。だが、対艦用の魚雷なしで空母を攻撃しても致命傷は与えられない。しかも、護衛のゼロ戦がいない。2つ目、台装に戻してから出す。だが、時間がかかる。その間に敵に先手を打たれるかもしれない。3つ目、まず友南が隊を収容してから考える。燃料切れ寸前の味方を見殺しにはできない。南雲は3つ目を選んだ。まず友南が隊を収容する。その後、全力で攻撃隊を出す。結果論でこの判断は批判されている。だが、あの状況で完璧な正解があったとは言い切れない。午前8時37分から9時17分、友永隊の機体が次々と母艦に着艦していく。被弾した機体、燃料が切れかけた機体、甲板員たちが走り回り、着艦した機体を格納庫に下ろしていく。収容が完了したのは午前9時17分。南雲はここから全力で攻撃隊の準備にかかった。北に向けて全速前進しながら、格納庫では攻撃隊の兵装を魚雷に統一する作業が続いた。あと少し、攻撃隊が飛び立てば敵空母を叩ける。だが、その時間は与えられなかった。この写真の人物がジョン・ウォルドロン少佐だ。ホーネット所属 VT-8 雷撃隊の隊長である。
AI で色を蘇らせてみる。ウォルドロンは部下たちに厳しい訓練を課す指揮官だった。だが部下たちは彼を心から慕っていた。出撃前、ウォルドロンは隊員にこう言った。俺についてこい。必ず敵を見つけてやる。ホーネットの航空軍は空母軍指揮官リング中佐の指示で南西に飛ぶことになっていた。だがウォルドロンは日本艦隊はもっと西にいると確信していた。彼は編隊を離れた。15機の TBD デバステーターを率いて単独で西へ向かった。護衛戦闘機は一機もついてこなかった。この写真は VT-8 唯一の生還機だ。80年前のこの機体に AI で色を入れてみる。午前9時20分、ウォルドロンの勘は正しかった。彼の VT-8 は日本の機動部隊を発見した。だが TBD デバステーターは旧式で鈍重な機体だった。最高速度はわずか330キロ。護衛戦闘機もいない。ゼロ戦が殺到した。対空砲火が水柱を上げる。15機の TBD は1機また1機と海に落ちていった。ウォルドロン少佐の機体も被弾して炎上した。15機全機が撃墜された。魚雷は一本も命中しなかった。この写真の人物がジョージ・ゲイ少尉だ。AI で色を与えてみる。VT-8 の30名のうち生き残ったのはこの一人だけだった。彼の機体も被弾して海に突っ込んだ。後部銃座の車種はすでに戦死していた。ゲイは沈む機体から脱出し、黒い座席クッションを頭の上にかぶせて海面に浮かんだ。日本の艦隊がすぐそばを通過していく。見つからないよう息を潜めていた。数時間後、ゲイはその目で見ることになる。日本の空母が次々と燃え上がるの。この写真はエンタープライズの甲板上で発進準備中の TBD デバステーターだ。この歴史的な一枚を AI でカラーにしてみる。甲板員が機体の周りで作業している。この後、彼らの多くは帰ってこなかった。VT-8 の全滅に続き、エンタープライズの VT-6 が突入した。リンゼー少佐率いる14機。彼らもまた護衛なしで日本艦隊に向かった。ゼロ戦の迎撃と対空砲火の中、10機が撃墜された。リンゼー少佐も帰らなかった。魚雷はやはり一本も命中しなかった。この写真はヨークタウンの甲板だ。TBD デバステーターが並んでいる。この1枚に AI で色を与えてみる。最後にヨークタウンの VT-3 が突入した。マッシー少佐率いる12機。彼らには F4F ワイルドキャット6機の護衛がついていた。だがゼロ戦の数が圧倒的で護衛機はすぐに引き離された。12機中10機が撃墜された。マッシー少佐も戦死した。3つの雷撃隊合わせて41機。そのうち35機が失われた。魚雷は1本も命中していない。彼らの犠牲は無駄だったのか。無駄ではなかった。雷撃機は海面スレスレを飛ぶ。魚雷を投下するには低空で直進しなければならない。ゼロ戦はこの低空の雷撃機を追って全機が海面付近に降りていた。上空6000メートル。そこには護衛する戦闘機が1機もいなくなっていた。雷撃隊の搭乗員たちは知らなかっただろう。自分たちの命と引き換えに上空への道が開かれたことを。その道を通って SBD ドーントレスが降りてくる。この写真の SBD ドーントレスがミッドウェー海戦の主役となった9号火爆撃機だ。80年前のこの瞬間を AI で蘇らせてみる。紺色の機体に白い星のマーク。この機体が日本の空母を沈めた。ウェイド・マクラスキー少佐。エンタープライズの爆撃隊長だ。マクラスキーは33機の SBD を率いて日本艦隊を探していた。だが予想された位置に敵はいなかった。燃料は減り続けている。引き返すか探し続けるか。マクラスキーは探し続けることを選んだ。午前9時55分、眼下に一隻の駆逐艦が白い航跡を引いているのが見えた。潜水艦を追いかけて遅れていた駆逐艦、嵐だ。嵐は本体を追って北東に向かっていた。マクラスキーはその航跡を追った。そして10時20分、雲の切れ間から4隻の空母が見えた。この写真はホーネットの甲板に並ぶ SBD ドーントレスだ。AI で色を入れてみる。青い海を背景に攻撃隊が並んでいる。この機体がこれから急降下していく。マクラスキーは部下に目標を割り振った。左の空母は自分が行く。右の空母はリチャード・ベスト大尉が行け。だが混乱が起きた。マクラスキーが降下を始めると、ベストの部下の多くも釣られて同じ空母に殺到してしまった。ベストの元に残ったのはわずか3機。たった3機で右の空母に向かう。
それが機関赤城だった。ベストは急降下に入った500ポンド爆弾が赤城の飛行甲板中央に命中した。たった一発。だがその一発が赤城を殺した。この写真の加賀がこの日炎上した。 AI で色を再現してみる。堂々とした船体、長い飛行甲板。この間に1700名の乗組員がいた。マクラスキー隊の爆弾が加賀に集中した。4発の直撃だ。1発は艦橋のすぐ近くに落ちた。岡田自作艦長はこの爆発で即死したとされる。格納庫には兵装転換中の爆弾と燃料が散乱していた。爆弾の直撃はそれらに次々と引火した。加賀は巨大な火の玉と化した。4空母の中で最大の犠牲を出し、800名以上の乗組員がこの艦と運命を共にした。この写真の総流がこの日炎に包まれた。 AI で色を蘇らせてみる。細身の船体に長い飛行甲板、速力34ノット。日本海軍が初めて設計段階から空母として作った艦だ。ほぼ同時刻、ヨークタウンの VB3 レスリー少佐が総流を狙っていた。13機の SBD が総流めがけて急降下する。3発が命中した。総流の格納庫でも兵装転換中の爆弾が誘爆。飛行甲板は吹き飛び、艦は瞬く間に炎に包まれた。被弾からわずか20分で総流は航行不能になった。この写真は爆弾を回避する赤城の空撮だ。弧を描く航跡と爆弾の水柱が見える。 AI で色を再現してみる。ベストの一発は赤城の飛行甲板中央、前部と中部のエレベーターの間に命中した。爆弾は核弾を貫通し格納庫で炸裂。そこに並んでいた攻撃隊の魚雷と爆弾に引火した。格納庫は地獄と化した。誘爆は連鎖的に広がり、赤城は自らの武器で焼かれていった。10時26分、わずか5分の間に赤城、加賀、総流の3隻が炎上した。機動部隊はその戦闘力の4分の3を失った。残ったのは飛龍1隻だけだった。この写真の人物が柳本優作大佐だ。総流の艦長である。 AI で色を入れてみる。燃える総流の艦橋。柳本はまだそこにいた。総員退去命令が出された後も柳本は艦橋を離れなかった。ある水兵が艦橋を覗き込んだ。柳本と副長の大原、航海長の浅波がまだいた。何人かは火傷を負っていたが、柳本はまだ艦を救おうとしていた。機関室から脱出した水兵たちは炎の中から聞こえてくる歌声を耳にした。仲間たちが軍歌を歌っていた。その声に涙が止まらなかったという。加賀では艦長が即死したことで指揮系統が混乱していた。炎は格納庫から船体全体に広がり、甲板の上にいた者は海に飛び込むしかなかった。加賀の乗組員は約1700名。そのうち800名以上がこの日命を落とした。生き残った者たちは駆逐艦に救助されていった。だがその多くが重度の火傷を負っていた。3隻が燃える中、飛龍の艦橋で山口多門少将は動いていた。直ちに攻撃隊、発進の世ありと認む。3隻の両艦が燃えるのを見た山口は迷うことなく反撃を命じた。待っている時間はない。敵空母の位置は分かっている。攻撃できるのはもう飛龍しかいない。山口は99式艦爆18機とゼロ戦6機を発進させた。率いるのは小林道夫対飛龍の艦爆隊長だ。この写真の人物が小林道夫隊だ。飛龍の艦爆隊長、飛龍の反撃を率いた男である。 AI でカラーにしてみる。軍帽をかぶり、まっすぐ前を見つめている。この数時間後、彼はヨークタウンに向かって飛び立つ。小林隊はヨークタウンを発見した。激しい対空砲火と F4F の迎撃をかいくぐり、3発の爆弾をヨークタウンに命中させた。だが小林はこの攻撃から戻らなかった。18機の艦爆のうち帰還したのはわずか5機だった。この写真は被弾直後のヨークタウンだ。飛行甲板から黒煙が吹き上がっている。この1枚に AI で色を与えてみる。灰色の船体に赤い炎と黒い煙。太平洋の青い海の上で巨大な空母が傷ついていた。小林隊の3発の爆弾がヨークタウンを直撃した。艦内では火災が発生し、ボイラーが停止。速力はゼロにまで落ちた。だが、アメリカ海軍のダメージコントロールは驚異的だった。乗組員たちは必死の消火活動と応急修理を行い、わずか2時間で速力を25ノットまで回復させた。飛龍の偵察機がこれを見て報告した。敵空母は
まだ健在だと。実はそれは修理を終えたヨークタウンだったが、飛龍側は別の空母だと判断した。この写真はヨークタウンの格納庫だ。煙の中で乗組員たちが消火作業に追われている。AI で色を入れてみる。アメリカ海軍のダメージコントロールは驚異的だった。小林隊の爆弾3発でボイラーが停止し、速力はゼロにまで落ちていた。だが乗組員たちは必死の消火活動と応急修理を続けた。午後2時、火災は鎮火。午後2時30分にはボイラーを復旧させ、速力を19ノットまで回復させた。レーダーも復旧し、ワイルドキャットの発進準備も始まった。沈んだかに見えた空母が息を吹き返したのだ。飛龍の偵察機がこれを見て報告した。敵空母はまだ健在だと。実はそれは修理を終えたヨークタウンだったが、飛龍側は別の無傷の空母だと判断した。山口は第2波の攻撃隊を準備した。今度は97式艦攻10機とゼロ戦6機、雷撃隊だ。率いるのは再び友永上一隊。友永の機体は朝のミッドウェー攻撃で被弾していた。左翼の燃料タンクに穴が開いたままだ。整備員は別の機体に乗り換えるよう勧めた。だが友永は断った。この機体で行くと。帰りの燃料はない。友永はそれを承知の上で飛び立った。この写真は対空砲火の中を突入する97式艦攻だ。飛龍から飛び立った友永隊の機体である。80年前のこの瞬間に AI で色を与えてみる。友永隊の10機は復旧したばかりのヨークタウンに向かった。ワイルドキャットの迎撃と激しい対空砲火が待っていた。1機が撃墜され、煙を引いて海面に突っ込む。だが残りの機体は低空で直進し続けた。魚雷を投下するには一定の高度と速度を保つしかない。回避行動は取れない。まっすぐ敵艦に向かうだけだ。この写真はヨークタウンの左舷中央に魚雷が命中した瞬間を捉えたものだ。AI で色を蘇らせてみる。巨大な水柱が立ち上がっている。友永隊の魚雷が2本命中した。ヨークタウンは左舷に大きく傾いた。全部のポンプも損傷し、中排水による復旧ができなくなった。わずか17分で傾斜は23度に達した。友永上一はこの攻撃から戻らなかった。片道の燃料しか積んでいなかった。彼がどこで最後を迎えたのか正確には分かっていない。この写真は傾斜したヨークタウンの甲板だ。乗組員たちがバランスを取りながら対艦の準備をしている。この一枚に AI で色を入れてみる。バックマスター艦長はこのままでは横転すると判断した。艦内にはまだ戦闘配置についた乗組員がいる。転覆すれば彼らは逃げられない。午後3時、バックマスターは苦渋の決断で退艦を命じた。駆逐艦が横付けし、負傷者から順に事情していく。F4F ワイルドキャットが2機、まだ飛行甲板に残されたまま、ヨークタウンは太平洋に取り残された。この写真は B17 の爆撃を回避する飛龍だ。AI で色をつけてみる。午後5時、エンタープライズの索敵機が飛龍を発見した。24機の SBD が飛龍めがけて急降下する。4発の爆弾が命中。飛龍の飛行甲板は破壊され、格納庫から火が吹き出した。これで4隻すべてが炎に包まれた。日本海軍の機動部隊は消滅した。この写真は翌朝、フォーショーの艦載機から撮影された飛龍だ。AI でカラーにしてみる。飛行甲板は崩壊し、全部エレベーターが直立している。まだ煙が上がっている。4隻の空母はそれぞれの最後を迎えた。赤木、青木泰次郎艦長は環境に残ることを望んだ。だが、部下に説得され、退艦した。翌朝、味方の駆逐艦が雷撃して処分。飛艦は海に沈んだ。加賀、艦長の岡田自作は被弾時に即死していた。10時間以上燃え続け、夕方の大爆発で沈没。800名以上が命を落とした。4空母で最大の犠牲だ。蒼龍、4隻の中で最も早く午後7時13分に沈没。柳本優作艦長は最後まで艦橋を離れなかった。そして飛龍、山口多門少将は総員退去を命じた。乗組員を甲板に集め、彼らの忠誠に感謝した。全員で東京に向かって万歳三唱をした。ラッパが鳴った。君が代。燃える艦の上で軍艦機が降ろされていく。各止めを、艦長が言った。自分も飛龍と運命を共にする。と、月を見ようではないか。と、山口は言った。いい月だな。と、狩が答えた。21日の月か。二人は燃える飛龍に残った。この写真の潜水艦がE168だ。AI で
色を入れてみる。ヨークタウンはまだ浮いていた。退艦から2日、米海軍はヨークタウンの栄光を試みていた。駆逐艦ハマンが横付けし、修理要員が乗り込んでいた。だが、6月6日の午後、日本の潜水艦が忍び寄った。106-18。艦長は田辺弥八少佐。日本の潜水艦はまさにこのために訓練されていた。敵の主力艦を魚雷で仕留める。田辺は駆逐艦の護衛をかいくぐり、射程に入った。4本の魚雷を発射。2本がヨークタウンに命中。1本が横付けしていたハマンを直撃した。ハマンは即座に沈没。翌7日早朝、ヨークタウンはついに横転して沈んだ。4空母を失った日本にとって、106-18の戦果は、この海戦における唯一の反撃の成果だった。この写真は、米軍機の攻撃を受けた十字ミミクマだ。AI で色を再現してみる。船体は黒煙に包まれ、甲板には破壊の跡が生々しい。6月6日、撤退中の従順、最上とミクマが衝突事故を起こした。速力が落ちたミクマは、米軍機の集中攻撃を受け、撃沈された。ミッドウェー海戦、最後の犠牲者の一隻だ。この写真に写っているのは空母飛龍の乗組員たちだ。AI で色を蘇らせてみる。うつむいている。顔を上げている者も目に光がない。助かったはずなのに誰も喜んでいない。彼らは飛龍が沈んだ後、小さなボートで太平洋を漂流していた。2週間、14日間。飲み水も食料もほとんどない状態で太平洋のど真ん中を漂った。仲間は一人また一人と力尽きていった。米駆逐艦バラードに救助された時の姿がこれだ。生き延びた。だが仲間は沈んだ。山口司令も各艦長もたくさんの戦友たちももういない。敵の艦に引き上げられたという事実が彼らの表情をこうさせていたのかもしれない。救助された飛龍の乗組員たちは捕虜となった。この写真はミッドウェー島からハワイへ移送される準備中の姿だ。AI で色を入れてみる。彼らは日本側が知らない情報を持っていた。4隻の空母がどう沈んだか、甲板で何が起きていたか、その証言は戦後の歴史研究に貴重な記録として残った。6月5日未明、戦艦大和に座乗する山本五十六は作戦中止を決断した。4隻の空母を失い、もはや航空戦力がない。野戦に持ち込むことも検討されたが、アメリカ艦隊は接近を許さなかった。機動部隊の生存者たちは内地に帰還した。だが彼らを待っていたのは英雄の凱旋ではなかった。生存と乗員は隔離された。ミッドウェーの敗北は国民に知らされなかった。新聞は大戦果を報じていた。真実を知っていたのはあの海にいた者たちだけだった。ミッドウェー海戦、1942年6月4日、太平洋のど真ん中で起きた激戦。日本は赤城、加賀、宗龍、飛龍の4隻の空母を失った。アメリカは空母ヨークタウンと駆逐艦ハマンを失った。両軍合わせて3000人以上が命を落とした。この海戦を振り返ると、日本海軍が抱えていたいくつもの構造的な問題が見えてくる。まず、索敵の怠慢。広大な太平洋をわずか7機の索敵機でカバーしようとした。しかも、利根4号機は30分遅延した。アメリカ海軍が40機近い索敵機を飛ばしたのとは対照的だ。日本海軍は攻撃に兵力を集中し、索敵を軽視する傾向があった。これはミッドウェーだけの問題ではなく、ドクトリンの問題だった。次に、二正面作戦の無理。ミッドウェー島の攻略と米空母の撃滅。二つの目標を同時に追った結果、兵装転換の混乱が起きた。島への再攻撃を求める友阿賀の伝聞と敵空母出現の報告が同時に南雲を襲った。一つの目標に絞っていれば混乱は避けられたかもしれない。そして暗号の解読。日本海軍は自分たちの暗号が読まれていることを知らなかった。アメリカは最初から待ち伏せしていたのだ。作戦の目的も時期も投入兵力もすべて読まれていた。さらに勝利のおごり。真珠湾からインド洋まで半年間負けなしだった。連戦連勝が慢心を生んでいた。図上演習で審判が日本に有利な判定をしても誰も止めなかった。まさか負けるはずがない。その空気が判断を鈍らせた。ミッドウェーの敗北は一つのミスではなかった。索敵の軽視、作戦の過信、暗号の漏洩、そして慢心。日本海軍が
長年積み上げてきた問題がこの1日で全て吹き出した。だがこの海戦は一方的な戦いではなかった。アメリカの雷撃隊は全滅を覚悟で突っ込んだ。飛龍は最後の一隻になっても反撃を続けた。友阿賀棘氏は帰れない燃料で飛び立った。E-F68 は4空母を失った日本の唯一の反撃としてヨークタウンに止めを刺した。両軍の兵士たちが命を懸けて戦った海だった。80年後の今、米海軍にはこの海戦の名を冠した空母がある。 USS ミッドウェー。現在はサンディエゴで博物艦船として保存されている。そして海上自衛隊には護衛艦加賀がいる。ミッドウェーで沈んだ加賀の名を受け継いだ艦だ。今まさに F-35B を搭載する軽空母への改修が進んでいる。あの海で散った人たちの名前は80年を超えて今も生きている。今日もご視聴いただきありがとうございました。いつも温かいコメントをいただいてとても励みになっています。お気づきの方もいるかと思いますが、このチャンネルでは AI による読み上げを使っています。そのためイントネーションや読み間違いがあるかもしれません。まだ駆け出しのチャンネルで限られた予算の中でやっているため、ナレーターを雇う余裕がないのが正直なところです。皆さんの応援のおかげで少しずつ成長できていますので、将来的にはより良い動画をお届けできるよう努力していきます。また AI によるカラー化は勝手に作ってしまったり、色や細部にどうしても誤りが出ることがあります。いつも詳しい視聴者様よりコメント欄にてご指摘をいただき、動画制作において大変助かっていることにまずはお礼申し上げます。引き続き軍装や艦船の塗装など詳しい方がいらっしゃいましたら、ここは正しくはこの色だとコメントで教えていただけるととても助かります。皆さんの知識によりカラー化 AI をチューニングし強化させ、正しい歴史資料として後世に残すことができるのと同時に、このチャンネルがもっと素晴らしいチャンネルに成長していきます。この動画にはエンディングはありません。なぜならコメント欄がこの動画の続きだからです。こんな動画を作ってほしい、歴史に対しての考えや考察、あなたの思想など、動画を見て思ったこと、感じたこと、肯定的な意見でも否定的な意見でも構いません。皆さんの率直なご意見をいただけると嬉しいです。ご自身の家族や親戚に戦争の記憶を持つ方がいらっしゃれば、そのエピソードもぜひ聞かせてください。おじいちゃんが海軍にいた、おばあちゃんから聞いた話がある。皆さんの思いやそうした一つ一つの声がこの動画の本当の続きだと思っています。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。